すごい眩しいですね。びっくりした。皆さんこんにちは。本間と申します。パンフレットの姿と随分違うとは思うんですが、今絶賛社会復帰中でございます。アフターインターネット、このテーマで僕の頭に来た言葉は消費という言葉でした。費やして消すと書きます。今僕たちは毎日を生きる上で食べ物、情報、物でもいいしお金でもいい、いろんなものを消費して生きていると思います。インターネットはその消費を大きく加速した側面があるのではないでしょうか。例えば情報でいうとタイムラインが分かりやすいですね。どんどん情報が流れていく。一瞬で消費されて消えていく。情報だけではありません。いろんなものがこの社会の中でどんどん消費されて、そのスピードが加速してきている。今僕らはそんな世の中を生きていると思います。でもそろそろなんか消費に飽きてきてるなっていう感覚を僕は持っています。皆さんどうでしょうか。なんかこう消費じゃないものを求めている。なんかもう少し流れていくんではなくて、一回立ち止まってみてその価値を再発見してみたり、もしくは自分で小さなものでも作り出してみたり、流れていくものではなくてもっと手触りがあって匂いがあって温度があるような、そんな価値を求めている、そんなことがないでしょうか。今日僕はこの消費というところから何か抜け出すというか、新しいところに行くための手法、考え方みたいなものを皆さんにご提案したいと思います。それがご紹介もいただきましたソーシャルトラベルというものです。旅です。旅行です。旅行は、買い物をするとか、新しいところに行っておいしいものを食べるとか、何かアクティビティ、エンターテインメントをする、実は結構消費的な活動だと思うんですよね。ただそんな旅の領域でも消費から抜け出した新しいことができる、そういったことを僕は体感して、そして今広げる、そんな活動をしています。名前をつけるとするならば、消費する旅から作り守る、そんな旅、これがソーシャルトラベルです。ちょっと僕の体験談を始めさせてもらおうと思います。大学を卒業して4年ぐらい大きな企業で僕は勤めました。誰もが知っているような会社、15万人のうちの一人でした。頑張って働いて、で次に友人と一緒にベンチャー企業を立ち上げました。4年ぐらいやりました。非常に成長もして、やりがいもあってお金もそこそこ回りましたし、なかなか充実していた毎日だったと思います。30歳の時でした。でも何かが足りないなと何かが足りないなという思いから、なぜか妻と2人で世界一周旅行へ行こうということを決めます。その時は僕は飽きるとかそういう言葉を使ってなかったんですが、おそらく何か飽きていたんだろうなと。何かなぜ旅って言われても答えられません。そこではない場所に行きたかった、それだけなんですね。2年旅をしました。ここにあるような、見えているような国、主にインド、アフリカ、南米だと思ってください。そういった国に行ってみたくて、旅をしました。旅のテーマはこんな感じです。遺跡だとか絶景とか、いろんなとこ行っていろんな遊びもしました。すごく楽しい、そんな旅行もしましたけれども、僕はもう少し今、遺跡っていうのは過去ですよね。そして景色よりも人、遊びよりも何かその日々の生活、そんなものにフォーカスするような旅をしたいなと思って、旅をしてました。毎回ですね、新しい街に行って最初にすることはですね、妻が荷物を見ている間に僕が街中を歩いてですね、居候先を探すんですね。誰かこれを止めてくれるやついないかなって片っ端から声をかけて、居候が一番楽しいと、一番その現地が分かる、一番今の人の生活が分かるということで、そんな旅をしてました。全て成功したわけじゃないんですが、そんな旅をしていた。それはそれですごい最高だったんですが、旅をしてから4ヶ月ぐらい経った時に、インドのある村で一つの大きなターニングポイントを迎えました。
なんか理由は全く覚えてないんですが、この子たち可愛くてですね、ある村にあったんですが、毎日30分ぐらいかけて歩いて行って、この学校に通い始めました。インドの学校いいですよね。Hi, I'm Japanese って言って、いきなり入るとですね、I want to teach English って言うと、なんか知んないけど教えさせてくれるっていうですね、日本だったらつまみ出されるようなことができる。そんなこともあって、学校で英語を教えたりですね、サッカー一緒にやったり、して名前を覚えられるようになって、僕も名前を覚えて名前で呼んで、そんな楽しい毎日を過ごしていました。でここの学校にはですね、机と椅子がありませんでした。みんななんか地べたで一生懸命書いてやってて、単純にかわいそうだなというか、なんか背中大変そうだなと思ったんで、妻と話して机と椅子をちょっとあげたいねっていう話になりました。僕ボランティアとかですね、社会貢献とか寄付とかすごく苦手で、全くしたこともなかったんですが、今回この時ですね、すごく自然にそう思えたんですね。それでただお金はないと、僕はバックパッカーだったので、じゃあどうしようって町のカーペンターの大工さんですか、大工さんに話をつけて、机と椅子だと高いけどベンチにしたら安くなるとかですね、そんな工夫をしながら大工さんと一緒にトンカンやったり、子どもたちと一緒にペンキを塗ったりしながら、机と椅子をプレゼントするということが、数万円の3、4万円の予算ですることができました。200人ぐらいの学校でしたね。すごく感動しました。すごく楽しかったし、先生も生徒も地域のコミュニティもみんな喜んでくれました。その時僕は気づいたんですね。旅人、風の人です。いつどこに行くかわからない、時間も予算も限られている旅人でも、地域になんかコミュニティに貢献することってできるじゃん。これが僕の見つけたソーシャルトラベルという形でした。限られた予算の中でも何かしようよ、何かアクションをしようよと。カーペンターと話してますね。このインドのプロジェクト。その他にもその後インド、アフリカ、南米いろんなところでですね、いろんなプロジェクトをしました。例えばですね、ネパール、お隣のネパールではですね、女性の、カースト問題に取り組むある女性社会起業家の方にお会いして、その方が、作っているプロダクトをですね、僕らの、ブログを書いてたんですが、ブログ上で売ってみようと、妻が言い出してそんなの無理だろうって思ったんですが、とりあえずやってみました。1週間で30万円売れました。それで、1個ミシンをプレゼントして新しい雇用が1個生まれる、そんなことがありました。マラウイ、アフリカはマラウイです。アフリカに行くとですね、皆さんすごいびっくりすると思います。平日の真っ昼間からですね、若者が街で酒飲んでんですよ。あれは異様ですごく衝撃的な風景でした。何なんだと、職がないんですね。なんで働かねえんだと、いやガバメントがなんたらだと、なんかもうムカついたんですよね。お前働けよと。これですね、ノートブック作ってるんです、メモ帳を作ってるんですけど、僕らがその時そこでやったプロジェクトは、こいつらを働かすっていうプロジェクトだったので、分かったと、俺らみたいなツーリストに売れるなんかプロダクトを一緒に作ろうということで、彼らがですね、昼間から飲んでるバーみたいのが紙パックでどぶろくみたいな酒飲んでるんですね。でそのパックを使ってちょっと可愛いデコレーションだったんで、これちょっと見づらいんですが、青と赤の可愛いデコレーションなんで、じゃあこれ使ってなんか作ろうぜって言って、彼らが考え出したアイデアがこのノートブックだったんですね。これ中をちょっとピッとやって書けるようにしてとかですね、しかもウォータープルーフだみたいなこと言って、で名前もですねいいんですね。ドリンク&スウェット、ドリンクした後スウェット、汗をかく、そんな小粋な名前も考えてきました。何十個も作って本当に売ってました。すごくちっちゃなインパクトで、何か社会貢献をしたとかそんなんじゃないんです。でも旅人でもなんかこういうことできるならめちゃめちゃ楽しいと、そういう経験をしました。整理するとこんな感じでしょうか。まず普通の旅と、もしくは旅行と言われるものは、眺めるみたいなところがあるんじゃないかなと。言い方を変えると、自分のコンフォートゾーン、心地のいいところからあんまり出ないという中で、消費的にですね、お買い物したり、何かリゾートに行ったりみたいなところ、これを全く否定するものではないんですが、ソーシャルトラベルについてはもういくつかステップがある。次に飛び込む、現地の人と一緒に食べて寝て起きていろんな生活をする。その時のルールがあります。評価をしないということです。絶対違います、絶対臭い、絶対心地悪い、そういうことは起きるんですが、それを違いとしてリスペクトしていく。
その時にあなたはコンフォートゾーンから外に出て現地に溶け込んでいると思います。トランジットという言葉が僕は好きで、なんかこう自分がトランジットしていく、現地化していくみたいな、そんな感覚の旅っていうのが次のステップだと思います。そして最後のステップがアクション、行動するということですね。自分で考える、何かできることはないか。例えばいろんな NGO だとかがボランティアプログラムを提供してます。そういうのもすごく素晴らしいし、僕はただ行ったことがなくて、なんかこう自分で考えて自分でやる、小さくてもいいからやるっていうことがすごく好きでした。それが、ソーシャルトラベルというものであり、そうすることによってかけがえのない出会いが生まれて、そこからどんどん転がるようにいろんなことが起きていく、何かを守って作り出す、そんなことにつながる旅だと思っています。僕と妻の2人だからこれができたとは全く思いませんでした。このソーシャルトラベルみたいなことはもっと広くみんなにやってもらえるものなんじゃないかと思って始めたのがソーシャルトラベル合宿、インドを舞台にしたのでフィールインディアというものです。毎年10人ぐらいのですね参加者が来てくれるんですが、ルールは簡単です。来てもらいます。で僕は現地にいろいろつながりができたので、現地の村の人だとか学校をやっている人だとか、いわゆるソーシャルワーカーと言われる何か社会的アクティビティしている人をとにかく紹介します。そこまでです。予算5000円ぐらいで1週間の期間で何かやろうぜ、Do your project っていうことを無茶ぶりするというですね、企画です。こんな企画来るやついるのかと思ったんですけど、毎回来るんですよね。頭おかしいんじゃないかなと思うんですが、何度か来るんです。彼らがやってくれてきてくれることいっぱいあるんですけれども、いくつか紹介します。学校を作りました。インドの村に行くと、場所にもよるんですが、ここには学校がない、子どもたちには、学ぶ場がないからドネーションしてくれと、学校を作りたいんだと、100万円あれば校舎が建つ、そういうふうに声をかけられることはすごく多いと思います。でも、僕はそういうのに応じたことないですが、この参加のメンバーの一人がですね、そういうのに受けた時にですね、お前ら校舎言う前に木の下の学校から始めろと聞いたらですね、教師の給料は2000円ぐらいだったんですよ、月に。おお、じゃあ3ヶ月やっても6000円かと。じゃあバジェット内でいけるじゃないかということで、学校を作るという提案を現地の人に一緒に提案、やったんですね。ここはさらに深い村だったので、本当に学校もないし外国人なんか来たことないようなところでしたけれども、こんな企画になって本当かよって思ったんですが、2人組のチームでやってたんですが、実際にやってのけました。100人ぐらいの生徒が開校式に来て、これ実は僕がいなくなった後送られてきた写真だったんですけど、びっくりしましたね。おおと、教師の面接も終わりましたと、どこまでやってんだと。でも彼らはそんなことをやってくれました。そしてこの学校は今も続いています。3年以上前ですね。次の年に行った時には、屋根を直そうって言ってですね、これもまたなんか予算がないのですごい手作りな感じですけれども、屋根を直すみたいなプロジェクトをしたこともいます。あとはですね、これすごい良かった、去年ですね、運動会をやろうと。体育の授業もない、運動会なんかないと、やろうじゃないかという企画をですねまた立ててきてくれた人がいて、ちなみにその人は海外初めてという人です。地元のこの村の長と話をつけてですね、夜なべしてなんか鉢巻き作ってめちゃめちゃ盛り上がりましたね。もうこんな盛り上がることあるの、もう本当に村中の人が来てくれて、子供向けのあれだったんですが、来たのは400人ぐらいの村の人が来てくれました。こんなソーシャルトラベルを自分でやってみんなとやってっていう中で、僕自身の旅も続いていきました。2011年に2年の世界旅行を終えて帰国した僕らは東北に行きました。ご存知の通り2011年3月に震災があった東北です。10月でした、僕らが行ったのは。そこでですね、また何か出会いがあってなんかしたいなっていう旅人、もしくはソーシャルトラベル魂がうずいてですね、いくつかのプロジェクトを立ち上げました。その一つが一番左にあるのは東北復興新聞という新聞の発行であり、それの延長として、書籍を発行することもできました。また別の人と出会って今一緒に食べ物付きの雑誌東北食べる通信というようなプロジェクトもやっています。
気づいたら僕は旅をしているソーシャルトラベルをしているだけのつもりなんですけれども、2個3つか3つの、NPO の理事であったり代表理事ということで今活動をしています。そんなの普通できるわけないと言われるんですけれども、ヒントがあります。こうやったらできます。例えばですね、アフリカに行った時のことでした。インドやネパールでいろいろできたので、よしアフリカでも何かするぞと僕らは旅をして思って行って、勇んで行ったんですが、アフリカですごいひるんでしまいました。もう根が深いなと。入ってなんか小学校に入っていてね、営業のクラスをやるのとちょっとレベルが違うと。そもそも貧困の問題だと。政治が腐敗しているからじゃないかと。マクロデータ的にはこういう数字が出ている。こういうふうに実はあるべきなんだっていうものを考えた途端、足がすくんで手がすくんで何もできないと、そんなことがありました。さっきのアフリカのプロジェクトはブーブスとレモンスクイーズというですね、2人組のですねチンピラがなんか可愛くておめえら働けって言って始まったプロジェクトなんですね。そうではなくて、僕らがアクションに結びつけられたのは、なんでこうなるんだろうとか、こいつなんか好き、こいつを応援したい、そんな気持ちからたった一人のためだけに始めたプロジェクトでした。東北もそうです。東北で今やっていることすべてがたった一人との出会いで、東北の時はこんな言葉です。あんたの夢乗った。この人と一緒に夢を追いかけたいという人との出会いが、僕は小さなでも確かな一歩につながっていったなというふうに感じています。先ほどネパールの社会、起業家の女性の方、普通にショップやってるんですよ。死ぬほど同じようなショップがあるんですけども、なんか目が止まって入って一瞬会った瞬間、タラという女性なんですが、この女性の目にもう惚れちゃったんですね、僕と嫁2人で。彼女のためだけに何しようって、その夜中華料理屋行ってなんかそば食いながらアイデアを出して出てきたのがブログで売ろうというプロジェクトでした。一人から始める、そういうことが一番のキーだなと思っています。最後になります。消費、これがキーワードだと最初に申しました。消費の反対は生産、もしくは創造というものでも言えるかもしれません。何かを生み出す、何かを作り出す。一人一人が小さくてもそういったものを作り出していく、生み出していくような方に転換する、シフトしていくことがこれから必要なんではないかと思っています。でも簡単ではない。そんなあなたに送るツールがソーシャルトラベルです。日本だと、東京だと、北海道だと、しがらみありますよね。なんか恥ずかしいとか失敗したらどうしようとか、しょうがない、そんなもんです。インドに行きましょう。インドでは誰もあなたのことを知りません。ネパールに行きましょう。アフリカに行きましょう。そしてそこで何かアクションしてもいいかもって気持ちになりますから、それはもう騙されたと思って言ってください。そこであなたが出会うたった一人と一緒に作るソーシャルトラベルが、消費から生産、創造する、そういった気持ちをシフトさせる鍵になるというふうに信じています。ご清聴ありがとうございました。